今回は、日本で妊娠した時の体験談をお話ししていきます。合わせて、日本と外国での文化やルールの違いについても説明していきます。この動画を見ることで、日本で妊娠した時に気をつけるべきマナーや、初めての体験で戸惑わないようにするためのポイントが学べます。外国人が日本で実際に体験したこと、失敗したことに興味のある方は、今のうちにチャンネル登録をお願いします。この体験談は、きっとあなたのお役に立てると思います。今となっては素敵な思い出となった日本での妊娠、出産ですが、初めて体験した時は不安でいっぱい。文化や習慣の違いにとてもびっくりしたことを覚えています。だから、これから日本で妊婦生活を過ごされる皆さんには、同じような思いをしてほしくないと思っています。この動画を最後までご視聴いただくことで、私や友人が初めて日本で妊婦生活を経験した時に感じたことや困ったことなどがすべてわかります。外国人から見た日本での妊娠、出産について事前に知っておきたい。妊婦生活に失敗したくないという方は、ぜひ最後までご視聴ください。まずはじめに紹介する体験談は、妊娠の判定についてです。妊娠の判定とは、生理が予定通りに始まらないなどで、妊娠の可能性があるときに、実際に妊娠しているか、どうかを医師がはっきりと確認して、判断することを言います。私の国では、妊娠したかも、と思ったとき、まずスーパーやドラッグストアで、市販の妊娠検査薬を買い、そして自分で検査するのが一般的です。日本でもまずは妊娠検査薬を使うようで、検査薬はほとんどのドラッグストアで買うことができます。私の場合、日本に来て少し生活が落ち着いてきた頃、生理が遅れていて、なんとなく体が重く感じる日が数日続きました。子持ちの友人 A さんに相談したところ、妊娠かもしれないということで、一緒に近所のドラッグストアへ、ドラッグストアでは会計を済ませると店員さんが、丁寧に紙袋に検査薬を入れて渡してくれました。日本人はシャイな人が多くて、妊娠はプライバシーに関わるので、他の人から見られないようにするのが習慣なのかもしれません。でも、早く結果が知りたかった私には紙袋から出すのもただただもどかしく感じました。検査の結果は陽性だったので、かかりつけの内科のクリニックを予約しようとしましたが、友人 A さんからは、なぜかストップがかかったのです。私の国では、妊娠であっても総合診療をしている。ファミリードクターを最初に受診するのが普通です。しかし、日本では最初から産科専門の病院を受診しなければならなかったのです。しかも、妊娠の可能性がある場合は、できるだけ早くと言われて、焦りました。ファミリードクターの場合、予約を取って受診できるのが2から3週間後というのはよくあります。日本に来る前、友人 B さんが妊娠して、初めて受診したとき、すでに妊娠4ヶ月とのことでしたが、
彼女が全く困った様子はなかったので、それが普通なんだとのんびり考えていたんです。翌月、パートナーとの予定を合わせて一緒に受診しようかな、なんて考えは甘かったのです。日本では赤ちゃんがちゃんと子宮の中にいるかを早く確認したいようで、早めに受診するよう勧められるようです。A さんも妊娠3ヶ月で初めて受診したとき、もっと早く受診しないと言われてしまったそうです。実際、私が急いで受診したところ、エコー検査で小さな豆のような赤ちゃんの元が。でも、赤ちゃんの心拍は確認できず医師から、まだ早かったかな、なんて言われてしまいました。赤ちゃんの成長は自然なことでどうなるかは誰にもわからないことなので仕方ないですが、それならパートナーと一緒に最初の赤ちゃんの様子を見たかったなぁと感じました。初めて日本の産科クリニックへ行き驚いたのは待合室にいるのがほぼ女性だったこと。妊娠は2人のイベントなので、産科といえど、パートナーと一緒に受診するのが普通と思っていました。でも、日本では女性だけで受診するのが普通のようで、私にとっては初めてのことだったので、心細く感じました。日本は世界でも最も妊娠や出産で命を落とす女性が少ない国です。少し真面目すぎるようにも感じてしまいますが、やっぱり妊娠、出産は命がけ、そういう細やかで慎重な医療が安全な妊娠や出産につながっているんですね。本当に素晴らしいことです。それと、もう一つびっくりしたのは、内診室です。私の国では、診察室の中に診察台があって、医者の顔を見ながら内診を受けます。日本では、カーテンで仕切られた薄暗い部屋に入って、下着を取り内診台に乗ると、台が動いて、自動的に足が開きます。しかし、目の前にはまたカーテンが、医者の声がカーテン越しに聞こえて、医者とは顔を合わせずに診察開始。本当にさっきまで喋ってた医者？プライベートな部分を見ているのに。顔を合わさないなんて失礼。自信がないの？なんて思ってしまいました。でも、日本ではこれが当たり前、と友人 A さん。むしろ、医者の視線を感じて患者さんが恥ずかしい思いをしないようにという心遣いのようです。決して医者が自信がないからとか、違う医者が診察してるからとかではないので大丈夫です。これまた、日本人らしいシャイな習慣にびっくりさせられた体験でした。初めての妊娠判定、初めての日本の産科診察ということで緊張しましたが、日本の産科は婦人科と併設されていることがほとんどなので、何かトラブルがあった時のために、近所の産婦人科を調べておくと心強いのではないでしょうか。次の体験談は母子手帳についてです。母子手帳って知ってますか？日本では妊娠が確定すると住んでいるところの役所へ行って妊娠の届け出をします。その時に渡されるのが母子健康手帳、通称母子手帳です。母子手帳は妊娠中から赤ちゃんの誕生、そして子供が学校に入る前までの様々な記録、
例えば、子供の成長発達や予防接種の記録などが記入されます。妊娠中には、妊婦自身が健康状態や住環境、仕事の内容など基本的な情報を記入したり、病院で妊婦検診の記録を書いてもらったりします。そして、日記や赤ちゃんへのメッセージ、赤ちゃんの様子を記入するスペースもあります。さらに、妊娠中に注意することや育児のこと、利用できる制度などの情報もたくさん載っています。この母子手帳の歴史は古く、第二次世界大戦前から妊産婦の健康管理のために使われていた妊産婦手帳が戦後に、現在の母子手帳の形になり今まで活用されてきたようです。日本で独自に発展してきた母子手帳は、日本を訪問したインドネシア人医師によって、母国の母子の健康に貢献することを期待され、試験導入された後、日本政府の後押しもあり、インドネシアで普及しました。その後も南アメリカやアフリカなど、様々な国々で広く普及が進められているそうです。そんな素晴らしい母子手帳ですが、海外出身の私にとっては自分が妊娠して初めて知った存在。そもそも妊婦が手帳を持つというのを聞いたことがなかったので、最初は戸惑い、使い勝手を悪く感じるところがいくつかありました。まず医療情報の管理についてですが、私の国では電子医療記録が導入されていて、妊婦検診だけでなく、一般の医療情報も記録されます。別の病院へ行っても、記録は連携されているので、母子手帳のように、妊婦自身が記録を持ち歩く必要はありません。別の施設でも医師や助産師さんそれぞれが記録にアクセスができるので、そのシステムの中で情報を共有しているということでした。また、妊婦検診で受けた検査やエコー検査の記録はアプリを通じて妊婦自身で確認することができ、家族とも共有することができるので、母子手帳がなくても不便さを感じることはありませんでした。日本の母子手帳は、手帳を持ち歩き病院で記録を書いてもらうというアナログなステップが必要で、もともと複雑なことをするのが苦手な私は、検診のたびに母子手帳を持っていくのに慣れず、最初のうちは何度も忘れてしまい、医療スタッフには、今回はちゃんと持ってきたと、しつこく確認されてしまいました。なので、慣れるまではちょっと面倒くさく感じてしまいました。病院側は妊婦検診を行ったら、母子手帳に記録を残していかなければならないルールがあるようで、忘れてしまった次の回の検診では、前回の記録も書いておきました、と、スタッフに言われましたが、多分、嫌味ではないと思います。日本人の妊婦さんは皆さんはちゃんと持ってきていて、さらっと提出して、本当にすごい。日本人らしい真面目さに感心しました。そんな少し手間がかかる母子手帳ではありますが、生まれつき面倒くさがりな私にとっては、半ば強制的に何度も手にすることになったので、検診の待ち時間などを思いついたときに、その時の気持ちをパッとメモしたり、赤ちゃんの様子を書いたりして、育児日記のようにも使っていました。
わざわざ育児日記を買うほど、私は真面目ではないので、少しずつ残してきた記録が、今となっては大切な思い出の一部になっています。子供が大きくなる頃には、きっと宝物になっているに違いありません。海外出身者にとって、母子手帳の困った点といえば、もう一つ言葉の壁があると思います。日本語ネイティブじゃない人にとって日本語を読むことは、なかなかハードルが高いものです。日本語は、漢字とひらがな、カタカナ3種類の文字が混じる上に、漢字にはいくつもの読み方があって、会話が少しできるようになり、単語もある程度覚えたとしても、文章を読むとなるとかなり難しいのが現実です。読むものが母子手帳となると、医療的な専門用語も出てきたりして、本当にちんぷんかんぷんです。イラストやグラフなど言葉以外でも理解できるような工夫がされるともっとわかりやすそうに思いますが、たとえそうであったとしても内容を 100% 理解することは不可能に近そうです。でも、心配しなくても大丈夫。そんな日本語に自信のない海外出身者のためには、外国語版の母子手帳をもらうこともできるのです。海外出身者が多く生活している地域では、その国の言語で書かれた母子手帳が準備されていることも多く、また通訳ボランティアがいてくれることもあるようなので、少し頑張って日本語を覚えて、そして勇気を出して聞いてみるのがおすすめです。ここまで日本特有の母子手帳についてお話ししてきました。母子手帳の利用は、几帳面な日本の習慣に合わせる手間はありますが、うまく活用すれば、特別な自分だけの育児日記になり、下手な育児書よりも頼りになります。私のように面倒くさがらずにぜひ、母子手帳を活用してください。次の体験談は、妊娠や出産に関わる費用についてです。お金については、世界中のほとんどの人が気になるところかと思います。このパートでは、みんなが気になる。でも、ややこしいお金について、私の体験談と日本で利用できるサポートについて説明していくので、ぜひ最後までご視聴くださいね。まず妊娠出産に関わる費用について、海外ではどうなっているかというと、イギリスで出産した友人の B さん、彼女の国では、妊娠、出産にかかる費用はすべて無料だったとのこと。その他にも、北欧などでも妊娠から出産まで無料という国はいくつもあるようですね。友人 B さんに、日本で妊婦検診を受けたら、1万円を超える額を払ったよ、という話をしたら、日本はお金がないと、妊娠もしてもいられないのね、とびっくりされてしまいました。お金の心配をせずに、妊婦生活を送れるのは、本当に羨ましい限りです。私が妊婦生活を過ごした日本はというと、無料ではありません。でも、全くサポートがないわけではなかったのですが、そのシステムはちょっと複雑で、最初は本当に混乱しました。何がそんなに複雑だったのか、というお話をする前に、まずは、日本の医療費の仕組みについてお話ししておきたいと思います。日本は国民皆保険制度があり、
ほぼすべての人が公的な健康保険に加入しなければなりません。自分が仕事をしていたり、パートナーが仕事をしている場合は、その会社の健康保険に加入します。仕事をしていなかったり、フリーランスで会社などに入っていない場合は、国民健康保険に入ります。どちらかには必ず加入して、毎月健康保険料を払うことになります。病院を受診するときには、その時にかかった医療費の一部を負担すれば、それ以外の医療費は、健康保険から病院へ支払われる仕組みがあるのです。例えば、医師の診察や検査で1万円かかったとすると、実際に患者が病院へ支払うのは、3割分の3000円です。残りの7割分の7000円は健康保険から支払われるのです。では、妊娠、出産もそういう仕組みかというと、そういうわけではなく、なんと健康保険は使えないんです。美容整形や最新の医療技術を使った治療などが健康保険を使えないというのは、事前に聞いていたけど、妊娠、出産もそれらと同じ扱いになるとは、本当にびっくりでした。どうやら、妊娠、出産は自然なことで病気ではないから、らしいのです。子育てにはかなりお金がかかるのに、産むまでにもたくさん出費をしなければならないなんて。赤ちゃんがいるのは嬉しかったけど、お金のことを考えると、その複雑さに暗い気持ちになってしまいました。しかし、少子化先進国の日本で、国は子供を産んでほしいと思っているのに、公的なサポートが何もないなんてことはさすがにありませんでした。そのサポートの一つが妊婦健診補助券という制度です。前の体験談でお話しした母子手帳をもらいに行ったとき、同時に妊婦健診補助券というクーポンのようなものがもらえたのです。それを使うと、妊婦健診の費用が割り引かれるというシステムが利用できるんです。住んでいる場所によって金額は変わるようですが、1回3000円から1万円程度の費用を補助してもらうことができるので、実際に妊婦健診を受けて、エコー検査があっても、支払いは数百円ということもありました。それでも全額をサポートしてもらえるわけではないので、スポットでたくさん検査をしたときには、1万円以上支払ったこともあって、なかなかに厳しかったです。妊婦補助券以外にも、出産の時の費用にもサポートがあります。出産育児一時金という制度です。出産をすると、健康保険から赤ちゃん一人につき50万円がもらえるのです。日本の出産費用は平均でおよそ47万円と言われているので、出産時の経済的な負担は無料ではないかもしれないけれど、少なくて済みます。このサポートは、一旦自分で病院へ支払うことで受け取ることができますが、手続きをすれば、健康保険から病院へ直接支払ってもらえるので、出産のため、自分で高いお金を準備する必要はなかったのは助かりました。日本では、ここ数年、生まれる子供が減っていることが何度も話題になっています。
サポートを必要としている赤ちゃんは減っていて、サポートに必要なお金も減っているはずなのに、サポートが手厚くならないのは本当に残念です。妊娠、出産は病気ではないけれど、自然なことだとは言っても、リスクはたくさんあって、リスクを予防するためには、いろんな検査が必要になるのは当たり前のことなので、健康保険を使えたり、他の国のように無料になるくらいのサポートを、日本でも受けられるといいなぁ、と実感しました。日本では、妊婦健診にかかる費用は補助券という形で、一部がサポートされます。出産にかかる費用は、出産育児一時金という形で、健康保険から病院へ支払われるシステムがあります。いずれも申請手続きがあるので、きちんと確認して、公的なサポートを受けましょう。次の体験談は、妊婦健診についてです。妊婦健診とは、妊娠中の女性が定期的に受ける健康診断のことです。母親と赤ちゃんの健康を確認し、妊娠期間中に発生する可能性のある問題の早期発見、対処するためにとても重要で、回数や検査内容は国によって少しずつ違いますが、決められたタイミングでの受診が勧められています。そんな妊婦健診に通い初めて、まず驚いたのは検査が多いことです。毎回の妊婦健診では、尿検査、血圧と体重を測ります。私の国でも、これは同じでした。しかし、日本では、さらに、毎回、エコー検査をするのです。海外で出産した友人 B さんからは、エコー検査は妊娠中3回ほどだと聞いていたのに、毎回詳しく見ているので、何かトラブルがあるのではないか、と不安になりました。でも、どこの病院でも同じようにほぼ毎回エコー検査があると聞き、さらに赤ちゃんの様子を目で見て、確認できたので安心できました。医者は、ここが目で、ここが鼻、今、手を前にしてますね、などと。検査のたびに詳しく説明してくれていましたが、正直、どこがどうなっているのかはよくわかりませんでした。それでも、元気に動いていることは分かったので、とても可愛らしく。ついついニヤニヤしてしまって、毎回、妊婦健診へ行くのが楽しみになりました。エコーの画像は、アプリを使ってみたり、残したりすることができ、家族とも共有できたので、家に帰ってから、パートナーと一緒に赤ちゃんの様子を見ることができ、二人でニヤニヤしていました。ただ診察の時に、せっかく丁寧に教えてもらった目や鼻は、結局、どこがどこかは、はっきりわからないまま、それでも可愛く感じるのは、不思議な経験でした。そして、一つ心配だったのは、検査費用のこと。エコー検査は、高額だと思っていたので、生産の時はドキドキしました。でも、エコー検査をした時でも補助券の範囲で済んだので、ほっとしました。フランスで出産した友人 C さんは、通常の妊婦健診以外の血液検査やエコー検査は、別の専門の施設を予約し、
受診しなければならなかったと言っていて、一つの病院で全ての検査ができる日本が羨ましいと言っていました。妊婦生活は吐き気があったり、眠気が強かったり、貧血でだるかったりで、体調がいい時ばかりではないから、いくつもの施設へ行かなければならないのは、なかなか大変そう。日本は妊婦検診に限らず、小さなクリニックでも大きな機会があって、詳しい検査を受けることができるので、楽でよかったなぁ、と実感しました。でも、検査の結果がなかなか出ずに、待ち時間が長くかかることもあって、それはそれで疲れました。もう一つ、日本の妊婦検診で感じたことは、医者がよく喋るなぁ、ということです。私の担当医がそうだっただけかもしれませんが、言葉の壁もあって、検診は常に医者がリードして進んでいきました。私の話を聞くというよりは、医者がその時期に起こりやすいトラブルや気をつけてほしいことなどをたくさん説明してくれて、私は医者の話を聞き逃すまいと集中して聞いていました。海外で出産した友人 B さんは、ドクターや助産師さんといつもゆっくりしてしまって、世間話や冗談を言っているうちに、話しすぎちゃうの、なんて。リラックスした笑顔を見せていたので、そういうのを期待していたのですが、日本では診察の時間も短くて、余計な話をしてはいけないような雰囲気を感じていたので、リラックスどころではありませんでした。妊娠中は小さなことでもなんとなく心配になってしまうこともあったので、ゆっくりとリラックスして、話を聞いてほしいなぁと感じる時もありましたが、日本の医療スタッフは皆さんテキパキと仕事をしているように見えたので、話しかけづらく残念な気持ちになることもありました。また、私の国では、妊婦検診といえば、ほとんどの場合、助産師さんが担当してくれていて、その助産師さんが診察し、日常生活で気をつけることや出産、子育ての準備のことなど、一緒に考えながら説明を受けることができると聞いていました。友人たちも妊娠中ずっと助産師さんが寄り添ってくれていて心強かった。何でも話を聞いてもらえて、不安な気持ちが和らいだと聞いていました。医者が担当するのは数回とも聞いていて、日本にも助産師という資格があると聞いていたので、検診ではいつ自分担当の助産師さんに会って話ができるのか、ずっと楽しみにしていましたが、結局、妊娠中に助産師とゆっくり個別で話ができたのは、妊娠中に2回ほどでした。検診には、助産師と話す時のために、たくさんの質問や疑問をメモしていたので、なかなかチャンスがなく残念でした。初めて助産師と話せた時は、なんだかほっとして泣きそうになりました。担当医も知識が豊富で丁寧、優しい人で満足していましたが、正直もっと細かい話をたくさん聞いてもらいたかったなぁというのが実感です。日本の医療スタッフはおもてなしの心を持っていて、常に患者のことを気にかけているのが伝わってきました。でも、言葉の壁を強く感じるのか、
シャイな性格のためなのか、あまり話しかけてもらうこともなく、私の方も初めてのことで余裕がなかったので、孤独を感じてしまいました。ほとんどの検診には、通訳代わりにパートナーと一緒に行っていたので、助産師に話を聞いてもらえない分、パートナーにたくさん話を聞いてもらっていて、彼も妊娠中のあれこれをよく理解してくれたので、感情的になってしまうこともあったけど、二人の関係は妊娠前より近づいた気がします。日本の妊婦さんはほとんどの人が一人で検診に来ていて、時々まだ小さい上の子を連れて、受診している人もいたので、とても大変そうに見えました。日本では妊婦検診といえど、パートナーと一緒に行く習慣はあまりないようです。母国と違う国での妊娠、出産は私のように孤独になりがちだと思うので、できる限り。妊婦検診もパートナーと一緒に受診することをお勧めします。日本の妊婦検診は検査が多く、医者がリードして丁寧な説明をしてくれるので、安心ですが、自分が抱える疑問や不安を助産師にケアしてもらえる機会は少ないので、自分からも積極的に質問しましょう。言葉の壁や孤独を感じる場合は、パートナーと一緒に受診して、気持ちに寄り添ってもらいましょう。次の体験談は、保健指導についてです。妊娠中の保健指導とは、妊娠中に起きやすいトラブルや、日常生活で気をつけないといけない栄養や運動などについて、主に助産師から説明を受けるものです。前回の妊婦検診の体験談の時にもお話ししましたが、海外では、妊婦検診の多くを助産師が担当して、個別の保健指導も、検診中の会話の中で、いろいろなことを教えてもらうことができるので、心配なことや疑問は、その都度、助産師に伝えて、口頭で答えてもらえるようです。でも、私が日本で助産師の保健指導を受けたときは、まず最初に細かい字で書かれた。山盛りのパンフレットをまさにどさっという感じで渡されました。そして、それらを使って、さらに口頭でも説明を受けました。助産師の話を聞いているときは、言葉の壁もあったので、頭がパンパンで爆発しそうでした。日本の妊婦さんたちは、みんなあんなにたくさんの情報を理解しているの？と本当にびっくりしました。特に、体重管理には本当に厳しくて、体重を増やしすぎないようにと繰り返し説明されました。日本で妊娠、出産した友人の D さんによると、彼女が最初に体重管理の説明をされたとき、今のあなたの身長と体重は肥満に近い状態ですよ、と言われたそうです。確かに、計算すると数字上では肥満に近い数値だったようですが、私、太ってるんだって、と D さんは笑っていました。まあ控えめに言っても、彼女は痩せ型ではないけれど、私から見ると、日本人の女性は、ほとんどの人が痩せていて、食事も大して食べないのに、体重を気にしている人がたくさんいるように感じます。本当に大丈夫なの？って、こちらが心配になるほどで、
赤ちゃんに栄養を送るのも大変そう。私の国では、妊娠中もそれほど体重のことを厳しく言われているのを見たり、聞いたことがないので、自分も体重のことを気にしたことはありませんでしたが、日本人に比べると体格がいい方に入る私は、体重が増えすぎると赤ちゃん産みにくくなりますよ、と説明されて、ショックを受けました。そして、毎回の検診で体重測定の時は処刑台に乗るような気持ちになり、体重計が怖くなってしまいました。体重を増やしすぎないように食事を気をつけることや妊娠中でもできる運動などについて説明してもらい、その注意点の細かさと多さにもびっくりしました。日本人女性がみんな細くて可愛らしいのは、自己管理能力の高さの証拠なのかもしれないですね。でも、妊娠中ってなぜか、お菓子やファストフードがどうしても食べたくなる時があるんですよ。真面目な日本の妊婦さんたちは、そういう欲望をどうやって抑えているのか、とっても気になります。ベテランの助産師によると、甘いものや塩辛いものが食べたくなるときは、疲れていて、体ができるだけ簡単に栄養を取ろうとしているから、とのことだったので、フライドポテトは少し我慢して、パートナーの作った野菜スープを食べたりもしました。食事のことでもう一つ驚いた指導は、生ものについてです。妊娠中は母体にとっては異物である赤ちゃんを攻撃しないように、免疫が抑えられていることもあって、感染症にかかりやすい体になっていて、感染すると、症状が重くなるとのことで、感染には注意するように、と言われました。その話の中で、生ものの話が出たのですが、生卵や生魚は食べないで、と厳しい口調で言われて、びっくりしました。日本で数年、生活した今となっては、回転寿司大好き、お刺身や卵ご飯も食べるようになりました。でも、まだ日本に来て、日も浅かった妊娠当時は、生卵や生魚を食べる習慣はなかった上に、つわりで吐き気が続いていたので、慣れない日本食に手を伸ばす気にはなれず、お寿司などは頼まれても食べたくない状態でした。それでも、担当した助産師はこちらの食習慣を聞くこともなく、必死に説明してくれたので、日本人はよほど、お寿司やお刺身が好きなんだなぁと思いました。最近では、日本独特の食文化が大好きな外国人も増えて、それを目当てに日本に来る外国人もいるようなので、妊娠中かどうかにかかわらず、食中毒や寄生虫には十分に気をつけたいですね。さらに、チーズなどの乳製品や、ハム、ソーセージなどの加工肉なども、感染のリスクになるようなので、こちらも気をつけたいですね。他に、食事以外の保健指導で驚いたのは、体を冷やさないということです。私の国では、妊婦だからといって冷たいものを飲んだり食べたりしない、靴下やお腹を覆うような下着を身につけるなどの体を温める習慣はありませんでした。妊娠中は常に暑く感じていたので、日本の助産師からこの説明を受けたときは驚きました。
ただ中国でも体を冷やさないように気をつける習慣があるようなので、東洋医学的な考え方に基づく習慣なのかなと思います。助産師には靴下や腹巻きをおすすめされて、一度挑戦してみましたが、暑がりな私は暑苦しく感じて不快だったので、正直合わずやめてしまいました。ただ、つわりで吐き気があるときに温かいお茶を飲むと落ち着いたので、夏場でも朝は温かい飲み物をよく飲んでいました。体を冷やすことと妊婦の体調がどんな風につながっているのかははっきりとわかりませんでしたが、文化や習慣にとらわれすぎず、妊婦自身が安全で快適に過ごせるよう、自分に合った方法を見つけて習慣にしていければいいですね。日本では、助産師から妊娠中の健康管理について、たくさんのパンフレットをもとに指導を受けます。特に、体重や食事の管理については厳しく指導されます。その他にも文化や習慣の違いを感じることはありますが、自分に合ったものを取り入れていきましょう。次の体験談は、日本の母親学級についてです。母親学級とは、主に妊婦を対象にした教育プログラムで、妊婦の不安を軽減し、準備を整えるのを助けるため、妊娠中の生活や出産の経過、新生児のケアなどを集団で学ぶクラスです。海外でも出産予定日が近い妊婦が集まって、妊娠中の健康管理や出産、育児について学ぶ。出産準備クラスが行われていて、たくさんの妊婦さんが参加します。呼吸法やリラクゼーションの練習や出産のプロセスの説明を受けたり、赤ちゃんのお世話の仕方を学びます。他にも、母乳育児の基本的な知識やパートナーの役割についても教えてもらえます。日本では出産準備クラスにあたる母親学級を病院や役所が開催して、初めて妊娠した妊婦のほとんどが、妊娠中にテーマの異なるクラスに2、3回参加するようです。私も母子手帳をもらった時に、市役所が開いている母親学級を紹介されましたが、妊婦検診で通っている病院でも開催していて、病院内の見学ができる。とのことだったので、そちらに参加してみることにしました。会場に入ってまず驚いたのは、検診だけでなく、こういうクラスも妊婦さん一人で参加していること。私は日本語に自信がないので、通訳も兼ねてパートナーと一緒に参加しましたが、妊婦の隣に男性が、座っているのは自分たちだけだったので、びっくりして少し居心地の悪さを感じました。確かに、クラスの名前も母親学級で、赤ちゃんの母親のみが参加することを想定して行われていることがわかりますが、海外では妊娠、出産、育児はパートナーと2人で取り組むという意識が強いので、多くのパートナーも仕事を調整して一緒に参加していました。クラスのテーマの中にも、パートナーやサポート役の人の役割や出産時や出産後にパートナーがどうやってサポートするかのシミュレーションが入っていることもあって、パートナーも参加することを前提とした内容になっているので、パートナーの参加は当たり前という雰囲気があります。
また父親学級として、父親だけが参加するサポート準備クラスもあり、同じような内容を学ぶようです。参加者は全員男性のため、女性に気兼ねなく、男性ならではの不安や心配を語り合えます。日本では、このような男性だけの出産準備クラスは一般的ではありません。とはいえ、日本でも両親で子育てに取り組めるようにと、新生児のお世話などが学べる。両親学級というものも開かれているようです。母親学級に比べると少ないですが、近くで開催される場合は、パートナーと一緒に、ぜひ参加してみるといいと思います。日本では、男性の育児参加が頻繁に話題にされていますが、男性はどうやってサポートについての知識を得たり、練習をしたりしているのか、よくわかりません。事前の準備がないのに、いきなり育児参加を求めても難しい話ではないのかな、と疑問です。日本は、妊娠中からワンオペが始まっているんだなぁ、なんてパートナーと話していました。母親学級にパートナーが参加してはいけないというルールはないようなので、出産時や産後、パートナーからのサポートを期待するなら、パートナーにも参加するよう早めに促して、話し合っておくといいと思います。女性の中に一人だけ男性がいるのはちょっと気まずいかもしれませんが、また母親学級に参加が難しい場合は、動画を活用するのもおすすめです。新生児の抱っこの仕方や哺乳瓶の授乳、おむつ交換や沐浴などそれぞれの項目で検索すれば、新生児に必要とされる育児のテクニックを学べる動画がたくさん出てきます。日本語が苦手でも、動画を見ればある程度のやり方は理解できるので、パートナーと繰り返し視聴して、本番までにイメージトレーニングをしておいてもらいましょう。直接、母乳をあげること以外は、男性も何でもできるので、どんどん参加してもらって、ママは体力の回復に専念できるようにしておきましょう。もう一つ、日本で母親学級を受けて困ったことは、やはり言葉の壁です。母親学級でも保健指導と同じようにたくさんの資料が配られました。それらは、もちろんすべて日本語で書かれていました。レッスン中も日本語のみでの説明なので、パートナーが通訳をしてくれて、自分たちの国の習慣ややり方が違うところを日本人はやっぱり、何でも丁寧にやってるね、なんて言いながら、カルチャーショックを共有し合えたので、パートナーと一緒に参加して正解でした。彼がいなければ、ただ言葉がわからなくて、理解できないだけでなく、自分だけが抱えている。いろいろな戸惑いを吐き出せず、ますます心細く、不安な気持ちが強くなっていたと思います。レッスンの途中には、グループディスカッションをする場面もあって、私も自分なりにできる限り日本語で会話するように頑張りました。日本の妊婦さんたちは皆さん優しく私の言いたいことを汲み取ろうと、熱心に話を聞いてくれて、うなずいたり笑顔を返してくれたので、心臓バクバクで緊張したけれど、積極的に参加してよかったなと思いました。言葉の壁がなくても、妊娠、
出産はわからないことがたくさんあって、日本の妊婦さんも不安な気持ちを抱えているのも分かって孤独な気持ちが少し和らぎました。私の受診していた病院では外国語の通訳がいるわけではなく、医療通訳は自分で手配する必要がありました。母親学級でも同じで、講師をしていた助産師も日本語での説明だけだったので、パートナーと一緒に参加しましたが、施設によっては外国語の医療通訳を頼めるところもあったり、外国語が話せるスタッフがレッスンを行うよう依頼することもできるようなので、検診の時などにお願いしてみてください。また、市役所では通訳ボランティアがいてくれて、いろんな手続きの時にサポートしてもらえたので、市役所で開催している母親学級なら通訳をお願いすることが簡単にできたかもしれません。言葉の壁は自分も勇気を出して越えていくのが理想的ですが、日本語は複雑で出産までにマスターするのはかなり難しかったので、通訳を確保して少しでも言葉の壁を低くしておくことをお勧めします。妊娠出産のリスクや育児の文化や習慣の違いなどを理解して、安心して妊婦生活を過ごせるように、できる限りのことはやっておきましょう。次の体験談は、出産する場所選びについてです。海外では、出産する場所というと、病院やバースセンター、自宅出産がありますが、日本でも総合病院から産科専門病院、助産院や自宅出産といろんな選択肢があります。前の体験談でもお話しした通り、日本では最初から産科専門の病院を受診しなければならないので、妊娠検査薬で陽性となったら、早速出産する場所を探し始めましょう。出産する場所選びって、その後の人生を左右するくらいとても重要だと思うのですが、残念ながら、妊娠に気づいてから、出産する場所を決めるまでの時間は予想以上に短く、何を優先すべきか、迷ってしまうと思います。このパートでは、自分の体験の中で、得られた出産施設選びのポイントをお伝えして、皆さんの参考にしていただければと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。さて、妊婦検診は、できれば最初から出産する施設で受けるのがスムーズ。途中で別の施設へ変更することも、もちろんできるのですが、日本では電子医療記録などで情報共有がされていないので、別の病院で出産する場合は、紹介状という元の病院が持っている情報を提供する。書類を作ってもらい、新しい病院に持っていく必要があります。この紹介状がないと、追加料金が発生することもあるので、注意してください。私の場合、妊娠したかもと気づいてから、できるだけ早く受診するように勧められて、すぐに出産する施設を選ぶことになってしまいました。体調が良くない中、出産のイメージもはっきり持てないまま、いろいろ調べるのは難しく気持ちばかりが焦ってしまいました。私なりの出産する施設を選ぶときのポイントとして考えたのは、自宅から通いやすいか、
無痛分娩ができるか、母子ともに緊急の対応ができるか。出産費用は高くないか、施設内が清潔か、パートナーが出産に立ち会えるか。家族が面会しやすいか、産後のケアが十分受けられるか、といったところでしたが、調べていく中で、残念ながら、すべての希望を叶えられる施設はありませんでした。でも、どうにかして選ばなければならないので、日本で出産経験済みの友人 A さんやパートナーとも相談し、無痛分娩の対応はなく、小児科はありませんでしたが、家族や友人の面会がしやすく、産後のサポートが手厚い、自宅から一番近くの新しい病院で、出産すると決めて、妊婦検診に通い始めました。私の場合は 100% 希望通りの出産場所を選ぶことはできませんでしたが、この体験から考えた。出産場所を選ぶときのポイントについて説明していきます。まず、第一に考えたいのは、安全に出産ができるかということ。受診したことがないと、どんな医師か。スタッフの様子はわかりにくいですが、ホームページなどには、3回の考え方やこれまでの経歴などが載っているので、翻訳アプリなどを活用して読んでみるといいでしょう。また、日本では NICU、新生児集中治療室などの高度な医療を受けられる病院は限られています。そのため、産科だけのクリニックでも、出産時に緊急のことがあれば、高度な医療を行える病院へ搬送するシステムができているので、周辺に NICU や産科救急の対応ができる病院があるか確認しておくと安心です。次に、病院の環境が快適かどうかも確認しておきたいポイントです。最近では、高級ホテルのような設備があり、完全個室でプライバシーが確保できる施設もあります。さらに、立ち会いや面会時の家族へのサポートについても確認しておきたいですね。私の場合は、言葉の壁もあって、入院中でもできる限りパートナーと一緒に過ごしたいと考えていたので、面会時間が長く、個室内でゆっくり面会できる病院を選びました。次に考えたいのが、どのような出産方法を選べるかです。出産方法の選択については、無痛分娩の選択肢があるかどうかは、一つ大きなポイントになるでしょう。私の選んだ病院は、無痛分娩ができない病院でしたが、痛みを和らげる和痛分娩を選べるとのこと。だったので、それなら頑張れそうかもと思って選びました。最近は、無痛分娩を希望する女性が増えてきていて、対応可能な施設もあるようですが、無痛分娩を行った場合は、追加料金が必要になります。欧米で一般的な無痛分娩も、日本では今でも自然分娩が主流です。自然分娩を選択した場合のサポートは充実しているかどうか。緊急時に帝王切開の対応ができるかも確認しておきたいですね。そして、大切なのが、サポート体制。経験豊富な助産師からサポートを受けられるか。産前や産後のケアが充実しているか、
母乳育児を希望している場合は、授乳をサポートする体制はどうかも。口コミやホームページで確認して、こんなはずじゃなかったとならないようにしましょう。他にも、立地条件や費用も大事なポイントになりそうです。日本語が苦手な場合は、外国語で対応してくれる体制があるのかも、選択時のポイントになるでしょう。短い期間で全ての情報を把握するのは日本語であっても難しいので、他の妊婦さんからの口コミや評価、先輩ママたちの体験談を参考にして少しでも希望に近い出産場所を選べるといいですね。まずは、どんな出産にしたいか、どんなサポートが受けたいか、自分の出産についてイメージして、同時に SNS の口コミやホームページなどで、それぞれの施設の情報にアクセスしてみてください。次の体験談は、出産のための入院の準備についてです。皆さんの国では、出産の時には何を持って、どうやって出産施設へ行きますか？出産のための入院について考え始めた頃、私の心配事は2つありました。1つ目は、何を持っていけばいいのってこと。2つ目は、どうやって行けばいいのってことでした。私の国では、出産する時の入院期間は1日から2日、手術しても3日くらいです。日本では、1週間も入院しなければいけないと言われたのですが、その1週間で何をやってるの？全然イメージできず、何をどれほど持っていけばいいのか、想像がつきませんでした。事前に入院時に受け取れるグッズや必要なものについては、保健指導の中で説明されるのですが、いろいろなものを持っていくように勧められたので、準備が大変でした。例えば、スリッパ、室内で靴を脱ぐ習慣がある日本では、病室ではスリッパを履くようですが、持ち物リストの説明を見ると、脱ぎ履きしやすく、転ばないようにかかとの部分が覆われているもの、となっていて、一体どういうものを用意すればいいのか、わかりませんでした。日本で出産経験のある友人 A さんに相談して、通販サイトに出ているものを教えてもらいました。A さんによると、入院中に着る服も授乳がしやすいように前開きのもの。出産後に使うナプキンは出血量を測るために、ナプキン自体の重さの表示があるもの。などなど細かい指定があって、どこで買えるのかもわからず右往左往したということでした。そのアドバイスがあったので、私は保健指導の時に具体的にどういうものなのか、どこで手に入れられるものなのか、なども質問して、メモを取って、なんとか準備することができました。病院での食事も口に合うかどうか心配だったので、保存できるものは、事前に準備して荷物の中に入れておくことにしました。また、入院時に持ってきてほしいと言われた書類がたくさんあり、もちろん日本語で書かれているので、それらを理解して処理するのにも時間とエネルギーが必要でした。書類に関してもう一つ事前に調べておきたいのは、必要な出生証明書の枚数と手続きのこと。日本で生まれた赤ちゃんは、まず日本の役所で出生届を出さなければなりません。その他に、
在留資格を取るためには、出入国在留管理局、通称、入管への申請が必要です。さらに、本国への登録のためには、大使館などでの手続きが必要になります。両親の国籍や在留資格の種類、両親の国によって手続きの方法が変わってくるので、事前に確認して、出産後に戸惑わなくていいように準備しておくことをお勧めします。出生証明書は通常は1枚もらえますが、さらに必要なときは病院に伝えれば追加でもらえます。妊婦健診で事前に必要枚数を伝えておくとスムーズでしょう。書類のことはさておき、言われたものをすべて準備してみると、かなりの量になってしまい、一人で入院することになったら、持っていける量ではなかったので、どうすればいいか、で、また悩んでしまいました。もう一つの心配事、出産の時に病院へ向かう交通手段についてです。私の国では、陣痛が始まったり、破水したりしたら、普段通り道端で、タクシーを止めて、病院まで送り届けてもらっていました。でも、日本はそうはいかないようで、友人 A さんの場合、昼間に破水して病院に向かおうとしましたが、夫や家族、友人はみんな仕事中で捕まらなかったので、タクシーを呼ぶことにしたそうなんです。迎えに来たタクシーの運転手に、破水していて、病院へ行きたいと伝えると、運転手からは困ります。と言われてしまったそうです。A さんは日本語もある程度話せて、陣痛が来る前だったこともあり、落ち着いて話すこともできたので、運転手と交渉して無事に病院へ送り届けてもらえましたが、中には乗せてもらえないこともあると聞いてびっくりしました。もし自分にも同じことが起こったらどうすればいいの？出産はいつ始まるかわからないのに。自分一人だけでいるときに何かあったらと考えると軽いパニックになりました。でも大丈夫なんです。日本には陣痛タクシーと呼ばれる素晴らしいサービスがあることを保健指導の時に助産師さんが教えてくれたのです。陣痛タクシーは前もってタクシー会社へ連絡し、住所などの情報を登録しておけば、陣痛が始まっても破水していても、電話一本でタクシーが自宅まで迎えに来てくれるサービスです。担当する運転手も出産間近の妊婦ということを知った上で、迎えに来てくれます。対応にも慣れているので安心です。登録は無料で、利用しなくても料金が発生するようなこともないので、出産の時に病院へ向かう交通手段がない時間帯がある人は、近くの会社が利用できるか調べておくと便利です。皆さんの入院準備が滞りなくできて、無事に出産の日を迎えられることをお祈りしています。次の体験談は、日本の安産祈願についてです。いつの時代、どこの国や地域でも、母親が無事に出産を乗り越え、元気に赤ちゃんが生まれてこれるよう。祈る安産祈願は、全世界で共通だと思います。私も友人 A さんの妊娠中には、
ベビーシャワーに参加した経験があります。赤ちゃんを祝福し、出産する A さんを応援するため、友人や A さんの家族と協力してパーティーを開きました。今では、その時の赤ちゃんが小学生になっていて、ベビーシャワーの写真を見ると、とても懐かしくなります。一方、日本で安産祈願といえば、神社でのお祈りと腹帯を巻くという習慣があるようです。日本人と国際結婚した友人 E さんは、パートナーの家族の勧めもあって、日本の伝統的な安産祈願を神社で行ったそうです。その時、彼女が驚いたのは、まず犬の日に祈願を行うこと。E さんが妊娠4ヶ月頃のこと。突然、お母さんから安産祈願の日は〇月〇日だから予定を空けておいて。と言われ、日本の伝統文化に興味津々の彼女も勝手に日程を決められたと怒っていました。しかし、後日分かったのですが、お母さんが都合の良い日を勝手に選んだわけではなかったのです。日本では、妊娠5ヶ月の犬の日に安産祈願を行う習慣があるので、日付はいわば神様が決めたこと。それが分かった彼女は、知らなかったことだけど、お母さんに悪いことをして、恥ずかしいと言っていました。日本には伝統的な暦、昔のカレンダーのようなものがあり、12種類の動物、干支が順番に当てはめられ、12年ごとに繰り返されています。つまり、丸の日というのは、その動物にちなんだ日を指します。犬の日というと犬にちなんだ日ということになるのですが、犬は昔からたくさん子供を産み、お産が軽いと信じられてきたので、安産のシンボルである犬の日に安産祈願をすることになったと言われています。犬にそんなイメージがなかった E さんは、日本人らしい自然や動物を尊敬する心を体験し、喜んでいました。また、当日は神社での正式な儀式のため、お母さんは着物を着ていたそうです。E さんにも、お母さんの着物を貸して着せてくれると提案されましたが、腰に巻く帯がどうしても窮屈そうで、気が進まず、少しフォーマルなワンピースで参加したそうです。独特の雰囲気で緊張したし、正座は足が痛いし、お辞儀の仕方も下手くそだったけど、赤ちゃんが無事に生まれてくることを家族で祈れたことは幸せだったと話していました。そしてもう一つ驚いたことは、神社でもらってきた長い布、腹帯をお腹に巻きつける習慣。彼女の国では、妊娠中にお腹に何か身につけるという習慣はなく、戸惑ったと言います。腹帯は、妊婦さんの大きくなってくるお腹を支える布で、安定感を得られるとともに、お腹の中の赤ちゃんの安全を守ってくれる意味があるそうです。E さんは妊娠してから、なぜか肌が敏感になり、下着が擦れるのも不快になったそうで、そんなお腹に長い布をぐるぐると巻きつけるなんて、と悲鳴を上げていました。しかし、赤ちゃんを守るための儀式と割り切って、お母さんに巻いてもらうことに、実際の布はコットンで、肌触りは思ったほど不快ではなく、
ぐるぐると巻きつけられたことで、大きくなり始めたお腹が支えられ、腰への負担が多少軽くなったように感じたそうです。でも、ずっと巻いていたいとは思えなかったので。写真を撮った後は、さっさと外してしまったそうです。それでも、せっかく日本人の子供を産むんだから、チャレンジしておいてよかったと、笑って写真を見せてくれました。自分の国の方法とは違う文化や習慣に戸惑うことはあると思いますが、外国での妊娠、出産は、文化や習慣の違いに悩んで、孤独を感じがちなので、家族みんなで一つのことに祈り、家族の一体感を経験する、良い機会になったようです。ちょっと堅苦しい儀式にも楽しむ気持ちで挑戦してみると新しい発見があるかもしれませんね。さあ、いよいよ最後のパートです。あと少しなので一緒に頑張りましょう。最後は、出産祝いのお返し、内祝いの準備についてです。出産後、新しい命を祝福し、母親の労をねぎらうために、日本でも海外でも出産祝いを贈る習慣がありますよ。そのお返しとして、海外では感謝の気持ちを込めた手紙やカードを送りますが、プレゼントを返すことはあまり一般的ではありません。また、決まった方法やルールはないので受け取った人それぞれで、やり方が変わることもあります。一方、日本では、内祝いといって、贈り物を贈る習慣があります。内祝いにはきちんとした形式があり、ルールを守らないと相手に失礼になってしまうこともあるので、注意が必要です。私も出産後に、職場の同僚からお祝いのプレゼントをもらって、日本スタイルでお返しをすることにしたのですが、いろいろルールが細かくて、ややこしかったので、出産の疲れや赤ちゃんのお世話で寝不足でボロボロの時に、一つ一つを確認しながら、お返しの準備をしなければならないのは、正直、大きな負担でした。外国人だからこそ、いつも親切にしてくれている日本人の同僚に失礼なことはしたくなかったので、日本で出産経験のある友人 A さんに相談して、アドバイスをもらったり、自分でも事前に調べておいて、妊娠中にある程度準備をしておいて、本当に正解でした。この動画を見ている、現在、妊娠中の方々にも、日本式の内祝いをするなら妊娠中からの準備をお勧めします。内祝いは日本の伝統的な習慣で、特に出産祝いの場合には、新生児の誕生を祝って、贈り物をしてくれた人に対して、お返しの品を贈ることを指し、感謝の気持ちを伝える意味があります。内祝いを贈るタイミングは、出産祝いを受け取ってから通常1ヶ月以内が一般的です。ただし、出産直後は、母親や家族は忙しく、赤ちゃんの状態によっては、生活が落ち着かないこともあるので、産後、母子ともに落ち着いた頃に送っても大丈夫なようです。お返しの金額は、もらったお祝いの半額から3分の1程度が目安とされているので、プレゼントを受け取ったら、
通販サイトなどでおおよその価格を確認しておくと金額を決めやすいと思います。内祝いの品物には、のし紙という専用の紙をつける習慣があります。のし紙には水引という飾り紐がついていて、贈り物の種類や贈る目的によって結び方が変わります。出産の内祝いの場合は蝶結びです。のし紙の中央には表書きとして、上側に内祝い、または出産内祝い、下側に赤ちゃんの名前を書きます。さらに、感謝の気持ちを伝えるために手紙や赤ちゃんの写真が入ったメッセージカードを添えます。百貨店などで贈り物を選んだ場合は、出産の内祝いであることと赤ちゃんの名前を伝えると、店員が最適なのし紙を選んで、表書きを書いてくれて、ラッピングもしてくれるので、お任せできます。日本の通販サイトを利用する場合でもギフト用の商品であれば、のし紙をつけることができるものが多いので、備考欄に表書きの内容を記入して、ラッピングをお願いすると便利で、間違いがないと思います。プレゼントの品物は、例えば、和菓子や洋菓子の詰め合わせや高級なお茶やコーヒーのセット、高品質のタオルやバスセットなど、贈る相手の生活や好みに合わせて選べば大丈夫です。妊娠中にある程度、候補を絞っておくと、出産後もスムーズにお返しができるので、おすすめです。また、パートナーとも情報を共有しておくと、産後体調の回復が遅れて、自分では手配ができなくても、パートナーが滞りなく、お返しを送ってくれて、早く感謝の気持ちを伝えられると思います。内祝いの習慣は、礼儀正しく、几帳面な日本人らしい伝統ですね。外国人には、形式ばっていて面倒に感じることもありますが、感謝の気持ちを表すという、基本的な考え方はどこの国でも同じなので、この機会に日本のやり方に挑戦してみるのもいいかもしれません。どうでしたか？学びになったパートはいくつありましたか？このチャンネルでは、外国人が日本を経験して感じたことや学んだことを語っていきます。動画のテーマにしてほしいことがあればコメント欄に書き込んでもらえると嬉しいです。これからも外国人が日本で感じた体験談を語っていきますので、高評価とチャンネル登録も忘れずにお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。